はい、皆さんこんにちは。柴崎です。もう梅雨に入りましたね。もう今日空もどんより曇って、雨もねちょっとパラパラ降ってます。でも梅雨といえばこのアジサイですね。この雨の季節にきれいに咲くアジサイを楽しむ、これが日本の文化ですね。ではアジサイの描き方をお見せしましょう。まず形を理解してみましょう。花は球体を半分に切った感じです。そしてそこに茎がつきます。葉っぱは花のすぐ下側にこのようについているし、向こう側にもありますね。そして右、左というふうに広がっています。今日は光は左上から来ています。ですから花の日陰、ここですね。葉っぱの日陰は、これは実は花の影響でできる日陰です。こちらは全部日向ですね。では形はできました。さて、今日描く画材ですけども、これです。ペンティングナイフですよ。先端が柔らかくしなる金属の画材です。では塗ります。お水をたっぷり用意してから、明るいコンポゼブルにオペラを加えます。塗っていきましょうね。最初のデッサンからちょっとはみ出すような感じでザクザクと色をきます。事前にムラになる、これが大切ですね。きれいに塗る必要はありません。タッチを置くようにして塗っていきましょう。ではさっきと同じ色をもうちょっと濃いめに作ります。そしてまた重ねます。トントンと大きいタッチですね。塗りムラを作るようにして塗りましょう。さあ、なんとなく花の感じ見えてきたでしょう。ここでペインティングナイフの登場です。光が当たった上の方をこれで描いてみます。指をここにしっかり当てて、こうです。これが明るい花になるんですね。タッチの方向を変えましょう。大きさもぐっと変えてみましょうね。大きかったり小さかったりする花びらを作っていきます。今度はウルトラマリンの色を少し溶いてきて、ここら辺です。日陰に当たる部分ですね。トントン。リズミカルにタッチを残すように重ねていきます。ここが肝心ですよ。きれいに塗らないんですね。タッチを置く感じです。トントン。ちょっと色味を楽しくするためにオペラピンクをここら辺に少し加えてみます。ほら、ずっとカラフルになってきましたね。さらに日陰を強くしましょう。今度はプルシャンブルーを混色して日陰のここの部分です。さらに暗くなるでしょう。日向と日陰がはっきりわかるし、立体感も強まります。トントンタッチを置く感じですね。さあ、花が立体になりましたところで葉っぱにしましょう。イエローレモンを溶いていきます。そしてグリーンを少し加えて、こんなグリーンですね。
それをまず茎の部分に塗ります。そして葉っぱの部分に色を広げます。たっぷりの絵の具で大きく塗りましょうね。同じ色で他の葉っぱも塗っていきます。さて、ここに先ほど使ったイエローレモンをちょっと重ね塗りします。画面が濡れているので一人で色が広がると思いますね。特に手前の葉っぱだけイエローレモンを多めに塗ります。ここでちょっと乾かします。さあ、色が落ち着いたところでイエローのディープをさっき花に使ったところに混色してグリーンを作ります。これで重ね塗りです。最初の色の上に暗い色を重ねる感じで、この時にここですね、葉っぱのへりちょっとギザギザした感じを作りましょう。これがアジサイの葉っぱの特徴ですね。ここです。ギザギザギザ。こんなタッチですよ。傭兵にちょっと暗い調子を入れたら、他の葉っぱも同じように重ね塗りします。葉っぱの襟のギザギザ感ですね。ちょっと作ってみましょう。さあ、基本色を塗れましたよ。ここで何をするか。暗い色ですね。実はこれで葉っぱの日陰を作ります。ここですね。花によってできている葉っぱの日陰です。十分暗いブルーグリーンですね。花があるためにここに日陰になるんですよね。こう塗ってみましょう。こうすることで花と葉っぱの関係がはっきり見えてきます。この葉っぱほとんど日陰ですね。左側の葉っぱ2枚は逆にほとんど日向ですので、暗い色は少しだけです。もうこのくらい十分でしょうね。さて、葉っぱに日向と日陰ができたところで、またこのペインティングナイフの登場です。実はここに葉脈があるんですね。葉っぱの中心のところです。この葉脈をこのナイフで表現します。ここですよ。さあ、この方向ちょっと覚えておいて、一気にスッと引っかきます。それから細い葉脈は先端の方でこんな感じですね。一気にやってしまいましょう。同じ考えで他の葉っぱの葉脈もやります。でもこちらの葉っぱは最初の葉っぱよりもちょっと弱めにやりましょう。この葉っぱ、これはここの側面だけを引っかきます。はい、花と葉っぱも描き終わりましたので、これで完成です。今日はアジサイを描いてみました。ポイントが2つありましたね。その1つ目は花を
半円球として理解することでした。そしてもう一つはこのペンティングナイフでした。これを使って花びらの明るい部分とか葉脈も描きました。いかがでしたか？あなたもぜひ描いてみてくださいね。この後、今日使った画材を紹介しておきますので、最後まで見てくださいね。それではまた。